全然人がいないね。キャンセルの便ばっかりだ。皆さんおはこんばんにちは。パラカルタのおさちです。コロナウイルスの影響で最近飛行機に乗ることがほとんどなくなってしまいましたよね。この動画の撮影日は9月14日火曜日。東京都の新規感染者数は1004人。先週火曜日より625人減り、感染者数の減少傾向が見え始めた頃です。そんな中、現在空港内のレストラン街はどのようになっているのでしょうか。今回は国際線のある羽田空港第3ターミナルのレストラン街に潜入してみました。この江戸小路は日本伝統の工法を追求して再現された本物の江戸の街並みです。本来はレストランだけで26店舗もお店があるのですが、現在はそのほとんどが臨時休業中です。T シャツのお店は開いてるんだね。やっと開いてる飲食店を見つけました。ラーメン世田谷です。味も美味しくて空港内でも手頃な値段で食べられるので、いつもは結構並んでいるようです。ありそ寿司はとても落ち着いた店構えですが、回転寿司のお店です。右奥の江戸前横丁ではおでんやおそば、焼き鳥が楽しめるお店があり、時短営業ですがお店は開いていました。伊藤園のカフェはここ第3ターミナルで常に 3,4 組ほどのお客さんが見られる、多分一番にぎわっている場所でした。中はオープンカフェのように開けた空間になっています。全然誰もいないね。お腹が空いたので、さっきの世田谷さんでラーメンを食べることにしました。食べたいなって思ったから、どうしようかな。世田谷ラーメンにしようかな。でも世田谷ラーメンなんか死ぬほどチャーシュー乗ってない？これも美味しい。おごってくれるの？ありがとう。それに、ああ。私豚骨ラーメン。
こちらの豚骨ラーメンは羽田空港限定のようです。味しっかり濃いめの濃厚な豚骨スープに煮卵を浸して食べる幸せ。私の苦手な背脂は入っていません。でもオイルの効いたトロトロスープに細麺もよく絡みます。美味しかったです。チェーン店は開いてますって感じだね。悲しいね。ずんだシェイクここで前飲んだんだよ。ちょっとそれだと。お好み横丁は普段お弁当や軽食、私の好きなずんだシェイクなどを買ってこの赤い座席で気軽にいただくことができるエリアです。この羽田日本橋は19世紀当時の日本橋の半分のサイズで復元されたものだそうです。すべてヒノキで作られています。壁の豪華な絵は江戸時代初期の市街地や景観が描かれていて、江戸の街のにぎわう様子が表現されています。何これ。こちらはお祭り広場。ターミナルを訪れた人たちが夢や希望を木札に書くことができ、それらが飾られています。結構高いね。
この国際線のある第3ターミナルは羽田空港3つのターミナルの中でも一番展望デッキがコンパクトです。今はコロナ禍で運航便は少ないですが、ちょっと非日常が味わえる穴場スポットかなと思います。展望デッキのすぐそばにはホットゾーンとクールゾーンというエリアがあって、人気キャラクターのおもちゃや雑貨、カフェやプラネタリウムなどが楽しめますが、今は全部休業していますね。この後は当初の目的だったコストコへ食料品の調達に向かいます。羽田空港の特に国際線のレストラン街は現在とても寂しい状況でしたが、逆に人が少ない分少しだけ非日常を味わえる穴場スポットでもありました。9月に緊急事態宣言はとりあえず解除となりますが、このままコロナが落ち着いてまた空港内が賑やかに、そして空の便が楽しめることを切に願います。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございます。パラカルタのあさっちーでした。バイバーイ。